こんにちは。今日は日本のホテル業界の面接対策に特化したレッスンです。旅館やホテルでの就職を目指す方、サービス業でのスキルアップをしたい方にぴったりの内容です。面接でよく聞かれる30の質問と日本語の回答を解説します。この動画を見て自信を持って面接に臨みましょう。志望動機を教えてください。志望動機を教えてください。御社のおもてなしの心に感銘を受け、お客様に最高のサービスを提供したいと思いました。おもてなしというのは日本のホスピタリティのことです。志望動機を教えてくださいという質問には具体的に答えましょう。例えば、このホテルの魅力を伝える。企業研究をしたことを伝える。自分の価値観とサービスを結びつける。ホスピタリティへの情熱を表現する。ありきたりな回答は避けましょう。ホテル業界を選んだ理由は何ですか？ホテル業界を選んだ理由は何ですか？人と接することが好きで、お客様の笑顔を見ることにやりがいを感じます。ホテル業界を選んだ理由を聞かれた場合は、ホスピタリティの精神を示しましょう。具体的な側面に触れる。例えば、お客様との交流や体験を作ること。業界に対する理解を示す。自分の性格やスキルと結びつける。本気でこのキャリアを目指していることを示すといいですね。当ホテルについてご存知ですか？当ホテルについてご存知ですか？ウェブサイトで拝見し、高級感のあるサービスと美しい施設に魅力を感じました。当ホテルについて何を知っていますか？という質問に対しては、まず事前に調査しておくことが重要です。例えば、ホテルの歴史と評判、特徴、何か賞を受賞している履歴があったらそれも調べておきましょう。顧客のレビュー、最近のニュースやイベント、本気でそのホテルに関心があるということを示すことが大切です。あなたの長所を教えてください。あなたの長所を教えてください。笑顔で丁寧に対応することと、細かいことに気づけることです。あなたの短所を教えてください。あなたの短所を教えてください。完璧を求めすぎるところがありますが、時間管理を意識して改善しています。あなたの短所を教えてくださいという質問に対する回答としては、短所を長所に変えるというポイントが大切です。正直にでも戦略的に、まずは自分で認識している短所を示すこと、それを改善しようと努力していることを説明すること。できれば短所も仕事に関連させるのが良いでしょう。良い短所の例として、細かすぎるというのは言い換えると質の高いサービスを保証できるといういい面があります。このように一見短所に聞こえるが、言い換えると長所に聞こえるという短所を伝えるのがいいでしょう。良くない例としては、いつも遅刻しますであったり、人が嫌いですというような仕事に影響するような短所はよくありません。ホテルでの仕事の経験はありますか？ホテルでの仕事の経験はありますか？母国のホテルで1年間、フロントスタッフとして働きました。ホテルでの経験はありますか？と聞かれた際には、関連する経験を強調しましょう。具体的な業務内容を伝える。そこで学んだことについて伝える。ホテルの経験がない方でも何か接客など活かせるスキルがあればそれを強調します。ホテルの業務を学ぶ意欲を示すことも大切です。経験が全てではなくて前向きな姿勢が重要なので、ここは頑張るポイントです。接客の経験はありますか？接客の経験はありますか？はい。レストランで2年間接客をしていました。接客というのはカスタマーサービスのことです。これはホテルだけに限らず、レストランなどでのカスタマーサービスも接客に含まれます。英語は話せますか？英語は話せますか？はい。日常会話とビジネス英語ができます。
日本語レベルはどれくらいですか？日本語レベルはどれくらいですか？日常会話ができ、N3 レベルです。今も勉強中です。日本語レベルはどれくらいですかという質問に対しては、日本語の能力を具体的に答えましょう。例えば、JLPT のレベルを伝える。実践的なスキルを説明する。例えば、漢字が読める、漢字が書ける、電話の対応ができる、敬語ができる。具体的に説明しましょう。向上への意欲を示すことも大切です。ホテルで使う日本語には、固有の表現や特別な敬語があります。こちらを学ぶ意欲を伝えましょう。正直に伝えることが信頼を築きます。パソコンは使えますか？パソコンは使えますか？はい、予約システムやマイクロソフトオフィスが使えます。なぜ日本で働きたいのですか？なぜ日本で働きたいのですか？日本のおもてなし文化を学び、プロフェッショナルなサービスを身につけたいです。5年後のキャリア目標は何ですか？5年後のキャリア目標は何ですか？日本語をさらに上達させ、フロントマネージャーになりたいです。お客様対応で大切にしていることは何ですか？お客様対応で大切にしていることは何ですか？お客様の立場に立って考え、笑顔で迅速に対応することです。お客様対応で大切にしていることを聞かれたら、共感と理解、ニーズの先読み、細かい部分への注意を配れること、思い出に残る体験を作れること、プロフェッショナルで温かいアプローチができるということを伝えましょう。クレーム対応の経験はありますか？クレーム対応の経験はありますか？はい、お客様の話をよく聞き、誠実に対応して解決しました。クレームと日本語で言う場合は、お客様からの苦情になります。ホテルなどの接客業では、こういったクレームに対応するという仕事がよくあります。クレーム対応の経験がありますかという質問に対しては、さえずらずに聞く、誠実に謝罪する、責任を取る、解決策を提示する、フォローアップをする。まずは状況を確認し、何が課題かを把握する。それに対して行動し、そして良い結果をもたらす。これらすべてではなくていいので、どうやってクレームに対応するかも伝えると良いでしょう。ストレスの対処法はありますか？ストレスの対処法はありますか？ストレスを感じたら、スポーツで体を動かしてリフレッシュします。気持ちを切り替えることで、翌日は笑顔で仕事に集中できるように努めています。チームワークで大切にしていることは何ですか？チームワークで大切にしていることは何ですか？報告、連絡、相談をしっかり行い、協力することです。繁忙期の対応について教えてください。繁忙期の対応について教えてください。優先順位をつけて冷静に効率よく仕事を進めます。繁忙期というのは忙しい時期のことです。例えばホテルの業界であれば年末年始やゴールデンウィークといった長期のお休みが繁忙期となります。夜勤はできますか？夜勤はできますか？はい。体調管理をしっかり行い、夜勤も対応できます。夜勤というのは夜に働くシフトのことです。夜勤はできますかという質問に対しては、勤務ができるのかできないかということを明確に伝えましょう。もし夜勤ができる場合は、夜勤をできるという意欲を示しましょう。もし夜勤に不安がある場合は、正直に話すことが大切です。でも、ホテルでは夜勤が一般的なので、なるべく柔軟性を示した方が良いと思います。夜勤では一般的に夜勤手当がつくことが多いです。ホテルというのは24時間体制なので、それを理解していることを伝えましょう。柔軟性は高く評価されます。週末や祝日の勤務は可能ですか？週末や祝日の勤務は可能ですか？はい。シフト制に柔軟に対応できます。シフト制というのは、働く時間が日によって変わるルールのことです。例えば、働くスタッフがたくさんいるお店やホテル、工場などでよく使われます。週末や祝日の勤務は可能ですかという質問に対してですが、
ホテルは週末が最も忙しいです。なので、不規則なスケジュールへの準備ができていること。ホスピタリティは365日であることを理解しているということを伝えること。柔軟性が強みというふうに伝えるのも良いでしょう。もし働けない場合は、率直に相談することが大切です。シフト制というのは全体的なワークライフバランスは割と良好です。ほとんどのホテル職では必須の条件なので、申し込みをする前にまずはどれぐらい働けるか、それを確認しておくと良いと思います。立ち仕事は大丈夫ですか？立ち仕事は大丈夫ですか？はい、体力には自信があります。お客様が怒っているとき、どのように対応しますか？お客様が怒っているとき、どのように対応しますか？まずお詫びをして話をよく聞き、解決策を提案します。お客様が怒っているときにどうするかという回答ですが、先ほどのクレーム対応と同じく、これはホテルではとても重要なスキルです。冷静でプロフェッショナルにあることを伝えること。弁解せずに積極的に聞くこと。例えば自分のミスでなくても誠実に謝罪すること。お客様の感情に共感すること。解決策を見つけるか適切に判断しましょう。やってはいけないこととしては、お客様と口論をすること、言い訳をすること、無視をすることはよくありません。予約ミスがあった場合、どう対応しますか？予約ミスがあった場合、どう対応しますか？すぐに上司に報告し、お客様に誠実に謝罪して代替案を提案します。予約ミスがあった場合にどう対応しますかという質問に対してですが、これは危機管理能力を示します。ミスを速やかに認めること、すぐに上司に報告すること、お客様に誠実に謝罪すること、代替案を提示すること、例えばアップグレードをする、お部屋のアップグレードをする、姉妹ホテルをご紹介する、何かで保証をするなどです。そしてすべて記録し、再発の防止策を学びましょう。ミスはどうしても起こるので、どうやって対処するかというのが重要になります。VIP ゲスト対応の経験はありますか？ VIP ゲスト対応の経験はありますか？はい、プライバシーに配慮し、特別なサービスを提供しました。VIP ゲストというのはとても大切なお客様のことです。日本語では VIP ということもあります。複数の言語を話すお客様にどう対応しますか？複数の言語を話すお客様にどう対応しますか？翻訳アプリを使ったり、他のスタッフに協力を求めます。チェックイン、チェックアウトの流れを説明してください。チェックイン、チェックアウトの流れを説明してください。チェックインでは、まず笑顔でお客様を温かくお迎えし、ご予約のお名前を確認いたします。次に、ご宿泊カードにご記入いただき、身分証の確認、宿泊料金のお支払いをお願いします。最後に、館内のご案内や朝食の時間などをお伝えし、快適にお過ごしくださいと一言添えてルームキーをお渡しします。チェックアウトではお客様からルームキーをお預かりし、追加の利用がないか最終確認いたします。滞在への感謝を伝え、丁寧にお見送りします。ホテルの施設について質問されたらどうしますか？ホテルの施設について質問されたらどうしますか？レストラン、ジム、スパなどを丁寧に説明し、必要ならご案内します。ホテルの施設に対してですが、まずはホテルについて知ることが大切です。例えば、レストランの営業時間や主な料理、ジム、プール、スパ施設があるのであれば、そういった情報も見ておきましょう。他にもビジネスセンター、会議室、駐車場やWi-Fi、アメニティ、そして近隣の観光地についても見ておくとさらに良いでしょう。積極性を示すことが大切です。お客様の忘れ物を見つけたらどうしますか？お客様の忘れ物を見つけたらどうしますか？すぐに上司に報告し、記録して保管します。お忘れ物、この忘れ物にをつけることでさらに丁寧な言い方になります。お客様の忘れ物を見つけたらという質問に対してですが、まず適切な手順ですが、すぐに上司に報告する。
詳細を記録する。遺失物保管所があればそちらに安全に保管しましょう。大切なポイントとしては、絶対に持ち帰ったり勝手に処分しないことです。ホテルそれぞれに規定があるので、それに従うことが大切です。ホテルの仕事では誠実な人柄がとても評価されます。清潔さを保つために何ができますか？清潔さを保つために何ができますか？常に周囲を確認し、気づいたらすぐに清掃します。ホテルでは清潔さというのがとても重要です。なので、常に周囲を意識すること。問題を発見した時にすぐに対応すること。そして衛生基準が高いということを示すことも大切です。お客様からおすすめの観光地を聞かれたらどうしますか？お客様からおすすめの観光地を聞かれたらどうしますか？地域の観光情報を勉強し、お客様のご希望に合わせてご提案します。おすすめの観光地を聞かれたらという質問に対してですが、これはもう地元についてよく調べることが大切です。知っておくべきこととしては、ホテルの近くの人気の観光地、隠れた名所、そこまでの交通手段や所要時間やかかる費用、季節のイベント、近くの飲食店のおすすめ。もし海外からのお客様に対してであれば、日本の文化やマナーに関するヒントも知っておくと良いでしょう。何か質問はありますか？何か質問はありますか？研修制度やキャリアアップの機会について教えていただけますか？何か質問はありますかという質問に対しては必ず質問することが大切です。例えば、研修プログラムの詳細、キャリアアップへの道筋、チームの構成や典型的な1日のシフトのパターン、制服があるかどうか、スタッフの使える施設や、またいつから働けるか、質問はありませんや、お給料のことばかり聞くこと、福利厚生だけについて聞くのはあまりよくありません。そこのホテルで働きたいという意欲を示すことが大切です。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日学んだ30の質問と回答を覚えれば、ホテルでの面接もバッチリです。何度もこの動画を見て、完璧な敬語とプロフェッショナルな対応をマスターしてください。もしこのレッスンが役に立ったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは次のレッスンでお会いしましょう。